お弁当作りをもっと簡単に。好きなものだけ。一品弁当5日間。先週のお弁当はリクエストを聞いて、食べたいおかずだけを作る一品だけ弁当にしました。副菜をあれこれ考えたり作ったりしなくていい。メイン一品だけで作るのも楽だし、食べる方も嬉しい。パパさんのリクエスト、厚揚げの肉巻き弁当を作ります。卵に少しひびを入れて、酢を少々入れたお湯で8分30秒茹でます。風味付けの長ネギと生姜を準備。キッチンペーパーで厚揚げの油を拭いて、一口大に切ります。ゆで卵は冷水で冷やします。厚揚げを豚バラ肉で巻きます。厚揚げの全体を包むように巻きました。コロコロ四角くてお弁当に食べやすい大きさです。全体に片栗粉をまぶします。お湯に塩と白だしを少しずつ入れて、冷凍してある花人参と庭の畑で採れたスナップエンドウを茹でます。厚揚げと長ネギ、生姜を焼きます。転がしながら全体をまんべんなく焼いて、ゆで卵の殻を剥いておきます。余分な油をしっかり拭き取り、水と調味料を入れます。そこにゆで卵も入れて一緒に煮絡めます。このくらい煮詰めてテリテリになったら完成。わーい、美味しそう。冷まします。おかずはこれだけ。庭の大葉を仕切りにして、おかずが一つなので詰めるのも楽です。好きなおかずがたくさん入っていると嬉しいですよね。たまにはこういうお弁当もいいですよね。一品だけなのであっという間にできました。ご飯に黒ごまと梅干し、ミニトマトも入れたら完成。一品でも大満足なお弁当です。鮭の味噌漬け弁当を作ります。お魚好きの娘のリクエストです。前日の夜に鮭に味噌を塗り、冷蔵庫に一晩入れておきます。鮭は事前に塩を振り、30分置いて水気を拭いてから味噌を塗っています。庭の小さなナス、格子状に切り込みを入れて水にさらします。鮭を焼くときに空いている隙間で野菜も一緒に焼こう。ピーマン、しめじ。鮭は手でさっと味噌を拭います。フライパン用ホイルを敷いて、鮭と野菜をのせ、焼きます。
スナップエンドウを茹でておこう。焼けたかな？野菜を取り出して、魚はあと3分くらい焼きます。焼き野菜に白だしを少しかけておきます。よし、焼けた。冷ましている間に海苔弁を作ります。鰹節に醤油、適量、みりんを少しといりごまを混ぜて、ご飯の上にのせます。半分は昆布にしよう。小さく切った海苔を重なるようにのせていきます。海苔弁って美味しいですよね。パパさんは毎日海苔弁がいいと言っています。あとはのせるだけ。楽ちんすぎて作った気がしないくらいです。焼き野菜も美味しい。スナップエンドウを開いてみると豆がまん丸でした。コロコロして可愛いので開いてお弁当に入れるのもいいですね。あっという間に完成。鮭は味噌や塩麹につけておくととても美味しくなります。娘のリクエスト、エビチリ弁当を作ります。エビは殻を剥いて背わたを取ります。冷凍のむきエビを解凍して使ってももちろん大丈夫です。酒、塩、片栗粉を少しずつ揉み込み、汚れや臭みを取ります。長ネギは両面に斜めの切り込みを入れてから切るとみじん切りになります。生姜1かけもみじん切り。水洗いしたエビの水気を拭いて、下味の塩コショウ、卵白を少しよく揉み込んで、片栗粉小さじ1、米油小さじ1を混ぜます。S サイズの卵4個に砂糖小さじ1と塩少々混ぜて、いり卵を作ります。トロトロにしたいところですが、お弁当用なのでしっかり火を通します。フライパンを拭いて、油をひいたらエビを炒めます。焼いている間に調味料を混ぜておきます。長ネギと生姜も加え、おろしにんにくも少し炒めたら合わせておいた調味料を入れます。とろみがつくまで炒め合わせたら美味しそうにできました。冷まします。あとはご飯の上にのせるだけ。のっけ弁で気をつけることはご飯の量がついつい多くなりすぎないようにします。起きてきた娘がエビチリを見て大喜びしています。たくさん入れてあげよう。好きなものだけ
一品弁当、これからも時々作ろう。パパさんにもたっぷり乗せます。庭のスナップエンドウとミニトマト。いりごまと糸唐辛子を乗せて完成。娘が過去一二を争う美味しさだったと言っていました。本当にエビ好きだな。この日はオムライス弁当です。まずは薄焼き卵を焼きます。熱したフライパンは一度濡れ布巾にのせて少し熱をとって、卵はこした方がきれいに焼けます。卵に水溶き片栗粉を少し入れると破れにくく上手に作れます。食感が少し硬くなるので、我が家は片栗粉を入れないことが多いです。弱火で表面までしっかり焼きました。前日の夕食作りの時に具材を切っておきました。ささみ、玉ねぎ、人参を炒めて、ピーマンも入れます。炒めたら塩コショウ。具材にしっかり味付けをすると味がぼやけずメリハリのあるケチャップライスになります。よくケチャップを炒めて水分と酸味を飛ばすと言いますが、トマト好きなのでその酸味も大事なのです。冷めたらお弁当箱にラップを敷き、薄焼き卵とケチャップライスを入れます。あとはひっくり返すだけ。うりゃありゃ、きれいにできなかった。隙間にブロッコリーとスナップエンドウ、ミニトマト。この日もオムライスだけの簡単弁当。ケチャップをかけて、失敗した。パセリをかけて完成。蓋でケチャップが潰れませんように。ある。トマトソースのハンバーグ弁当を作ります。ハンバーグはパパさんのリクエストですが、ママがトマト好きなので勝手にトマトソースにします。ナスとズッキーニを小さく切り、玉ねぎをチョッパーでみじん切り、ハンバーグの種用とソース用に分けます。牛乳がないので玉ねぎの水分でパン粉をしっとりさせます。朝は玉ねぎを炒めたり冷ましたりする時間はありません。丸めて焼いていきます。ブロッコリーも茹でておこう。わあ、焦げちゃった。蓋をして蒸し焼き。トマトが落ちないようにしっかりとフォークを差し込んで、十字に切り込みを入れたら焼きます。一箇所ずつゆっくりと火に当てて、全体が焼けたら冷水に取ります。簡単に皮が剥けますが、フォークが熱くなったりトマトが落ちると危険なので湯むきの方が安全です。ざく切りにしておきます。
ハンバーグが焼けたら取り出して、余分な油をさっと拭いたら、野菜を炒めます。トマトも加えて、コンソメ、ニンニク、砂糖を入れます。煮詰めたら塩コショウ。日本人の口に合うように醤油も少し入れます。生のトマトの酸味が尖っているので、もう少し水を入れて煮込むことにしました。冷めたらお弁当箱に詰めます。と言ってもハンバーグだけなので簡単。美味しくできたトマト野菜ソースをたっぷりかけます。トマト系の料理が大好きなママは残りを自分のお弁当に詰めてお昼休みが幸せでした。付け合わせのブロッコリーとトマト、粉チーズは冷房が効いていない場所にお弁当を置いておく場合はかけないようにしてね。好きなものだけ一品弁当いかがでしたか？ご視聴ありがとうございます。またね。